どうも徳井です。皆さん2023年も年の瀬になりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、ハーレーダビッドソンの新しく出ました 350cc のバイクに乗りましてですね、茨城県の方まで行って石狩鍋を作ります。さあ着きました、八甲の里。ここでですね、買い出しをしたいと思います。今日は岩崎氏がですね、ちょっとお仕事の関係で来れないということで、ピンチヒッターの方と、カメラマン増井さんとでお送りいたします。石狩鍋ですよね。なんか甘酒入りの石狩鍋みたいになってましたけど、八甲市場酒粕推しなんですか。酒粕入りの石狩鍋、白味噌と、あ、白味噌やこれ。具は一応岩崎さんがもう買ってるらしいですね。ちゃんと揃ってるんでしょうか。具は甘酒がこんないろいろ、これ2個ぐらい買ってる。2個で白味噌とこの甘酒で、これでいいんじゃないですか。甘酒の素っていうのがあるけど、これ良さそうじゃないですか。こっちの方が料理そうですね。ねえ、こっちにしましょう。キャンプ場着きました。本日こんな感じのキャンプ場でございます。さあセッティングしていきます。今回はテントじゃなくタープですね。タープを張って、こんな感じでセッティングして、この下でですね、料理をしていきます。これね、デイトナっていうところのテーブルと椅子なんですけど、このタンデムスタイルっていうバイク雑誌なんですけど、そこのコーナー持ってまして、それの取材なんですけど、これは僕のキャンプ道具じゃなくて、このコーナー専用の道具セットがありまして、いつもねそれを使って料理しております。ツーリングキャンプということですね。まあでも2023年もいろいろありました。本当にね、もう直近で言いますと M1 ですよね。令和ロマンが、優勝して、すごくね盛り上がった大会になりましたけれどもね、ちょっと僕ポップアップイベントの方やってたんで、あんまりリアルタイムではちゃんと見れなかったんですが、後から見ましたけどね、すごい盛り上がってましたね。なんだかすごい大会になりましたよね、 M1 っていうのもね。もう本当に年末の風物詩になりました。おめでとう令和ロマン。さあそしてですね、これ外のガスバーナーですね。これも名品です。まあもうキャンパーの間では超有名なコンパクトガスバーナー、ああいうね、スーパーで売ってるようなガスボンベがつけれるんで便利です。最近なんかね、この間のポップアップイベントでもお客さんとかでうちの動画見てキャンプやってみたいっていう人がいらっしゃって、でも道具を何買っていいのか分からへんっていう方結構いて、初心者におすすめの道具ないですかみたいなことを結構言われるんですけどね。この辺の外のバーナーなんてすごくもう初心者からベテランの方まで使えます。いいと思います。でうちのキッチン用品もぜひ使ってみてください。さあ具ですね。これ人参もこれも石狩鍋でね、今回はすごいちっちゃいお鍋で作るんで、本当にソロキャンプ用の石狩鍋って感じなんで、人参もとりあえずこのぐらいでいいかなと。あんまりたくさん入れてもね。で人参これ皮むくのめんどくさいんですよね。どうしてもね、キャンプ、僕プライベートのキャンプではなかなかね、こういう皮をむかないといけない野菜はあんまり使うことないんですけど、石狩鍋人参入ってるイメージあるんで、やっぱり石狩鍋の白味噌の白いね色と、この人参の赤というかオレンジというかがですね、すごいコントラストが綺麗なので、やっぱりちょっと人参を入れようということで、ちょっと不器用な手つきですけれどもね、皮むいていきます。この間たまにうちの動画を見てくださっているトミーズのマサさんがですね、なんかお前の包丁のっていうか野菜を切るのが遅くてイライラするっていうふうに言われましてですね、キャンプなんでそんなね通りやすいようにそんなだとあんまり手際よくできないんですよみたいなことを言ってたんですけども、さあ人参の方もうさっと作りたいんで、
あんまり長時間煮込むつもりはないので、極力火が入りやすいように人参の方薄めにね、こんな感じで薄めに切っていこうと思います。そして私石狩鍋というものを作ったことないですし、正確なこの標準レシピみたいなものがあんまよくわからないんで、とりあえずね大体の感じで作っていきます。もうここはあえてね、あんまり石狩鍋の作り方みたいなレシピを見ずに、スマホで調べたらもうすぐいくらでも出るんですけれども、それは見ずに作っていこうということで、白味噌と、あと今回ね岩崎さんの方から甘酒を使ってほしいということだったので、料理に使いやすそうな甘酒の素っていうので入れて、でお出汁ですね、それうどんだしで入れてでやれば間違いないだろうっていう感じですね。根元の部分をそうなってくると、この白味噌の味噌汁と何が変わるんだろうかっていうことになってくるんですけど、やっぱりこの鮭が入ってるというところでやっぱり石狩鍋と言えるんではないでしょうか。鍋みたいなものはもう正解があってないようなもんなんでね、ガッと煮込んで美味しければそれでいいんじゃないでしょうか。でネギも大体もうこんな感じで適当な感じで切っていきます。そう、この間のポップアップイベントの時にレシピ本を出さないんですかみたいなことを言ってくださる方が何人かいらっしゃるんですけど、私がそのレシピがね本当に適当に作ってるもんで、僕作る料理にレシピというものが存在しないので、なかなかね難しいんですが、とはいえ実はちょっとだけねゆっくりですがレシピ本をね一応制作中ではあるんですね。本当にゆっくりしか進んでませんが、いつか皆さんにお披露目することができるかも分かりません。と言ってる間に鮭ね、これ岩崎さんほんまは塩鮭じゃない方がいいんですけど、岩崎さんが塩鮭買ってきてたもんで、とりあえず塩鮭でいこうということで、ちょっと骨張ってるところは切り落としてね、いい感じに綺麗ですね。だしはうどんだし。これうどんだしですね。東丸。これ関西だし味。関西のうどんだしがカツオと昆布の効いた関西人なので美味しいかな。好きです。だしはね関西のこれさえ入れとけば大体ねスープの方は間違いないので。毎回一回使い切らないんだ。で酒粕ですね。酒粕じゃない、ごめんなさい、甘酒ですね。甘酒ですね。甘酒もこれ使ったことがないんでね、多そうやな、料理になってものは、家で甘酒を飲むこともないですし、大体本当大体の感じで言っております。甘酒の素って大体の感じで言って基本ねそんなに失敗することがちょっと甘酒の毎回奇跡的にないので、でも絶対美味しいでしょうか。シンプルに酒粕やと大体ね大丈夫やなって感じなんですけど、甘酒にしてるのがちょっと上品な感じになるか分かんないですね。で白味噌入れます。白味噌もこれ美味しいやろな。目分量で、あとも煮水入れて。仕事でお会いした鍋ってね阪神の村上投手ってそうそう失敗もないですし、すごいピッチャーいるじゃないですか。村上投手がある程度のこのルールさえ守っておけばどんなものを入れても美味しいもっていう、しかしたら岩崎氏のことを認識してる鍋の世界ですよね。水もちょっとねこの鍋これコッヘルというやつ、いわゆるやつなんですけど、ちっちゃすぎるかなと思ったんですけど、1人分とか、今日なんかっていうと3人で、そんなにがっつり飯を食うわけじゃないんで、一応1人分ってことなんで十分かなと思いましたね。これソロキャンプなんかで十分かなと思います。出ました、うちのこじらせ包丁。これね刃物の本場岐阜県関市で作っております。すんごい切れる包丁なんで、皆さんよかったら手にしてみてください。
でこれもですね、うちの折りたたみのまな板ゴーアウトなんですけど、僕結構キャンプの時ね、こまめにウェットティッシュなんかでささっと汚れをこう逐一こう拭いてます。そうすると最後に洗う時に楽に洗えるんで、はい、ウェットティッシュを活用してみるのはいかがでしょうか。なんて言ってる間にそろそろ炊き上がりましたでしょうか。ちょっと味見の方をね、うちのこじらせキッチンツールズのスプーンの方でしていきましょう。ちょっとこれ得意ビデオストアで販売しております。オリーブのね木のスプーンです。めちゃくちゃうまい。甘酒が入ってるから結構甘いですけど、甘めの感じでも美味しい。足すものはないか。もう全然いいですね。あとはもう煮えちゃえばもう味は足さなくていいな。うどんだしとか使うとね、味が一発で決まるからいいですよね。そろそろ良さそうですよ。あとはじゃあこの春菊の葉っぱの部分をちょっと入れて。春菊うまいですよね。鮭もいい感じ。人参、あ、ネギもホロホロにスープをね。うまそう。まずは鮭いきますか、やっぱり。塩鮭ですね。うん、大丈夫。おいしい。うん、うまい。ネギ。うん。うまい。うわ、春菊うめえ。春菊がうまい。スープはすごい上品ですね。本当に京都のちょっといい懐石屋さんで出てくるかす汁というか白味噌のスープみたいな。なんか甘酒使うとこうなるのか。麹だとだいぶ違うんですかね。あ、酒粕ですか。酒粕。酒粕だとこんなに多分ね、そんなに甘くならないというか、もうちょっとなんか自然な甘みというか、これも自然な甘みなんですけど、割と甘み強めやから、あんまり甘いの嫌っていう人は酒粕の方がいいかもわかんないですけど、なんか女子とかすごい好きそう。で甘いっつってもなんか別に砂糖の甘さじゃないから、自然な甘みやからいいですね。いかがですか。岩崎さんのピンチヒッター編集長がタンデムスタイル編集長。いただきます。でも上品なね、上品ですよね。まあ石狩鍋って食ったことはないんですけど石狩鍋食ったことないですか。ないです。タンデムスタイルの人はなんかみんな食偏ってるんですか。甘いですよね。嫌味のない甘さです。はい。本当上品。美味しい。あ、これはいいっすね。ね。もう大人は春菊メインとかでもいいかもわかんないですね、ほんまに。正直。枯れてきた感じです。甘酒の方がまあ扱いなんか楽っぽいな。酒粕なんかどのぐらい入れたらええかとか、結構でかいパックでガーンって売ってるからなんかね、何がなんかビタミンとかが多いんでしたっけな。なんか美容系の人飲みますよね。